あなたは未曾有の大事件 9.11 同時多発テロが中国でも起きていたことを知っているだろうか。現在中国河北省に住むとある家族の一人娘、今年13歳になった彼女は同じ学年の子たちと比べて背が低く痩せ細っている。母親はこう語ります。うちの娘はもう13歳になるのに簡単な漢字も覚えられないし、簡単な計算すらできない。精神の発達障害もあり、知能は小学1年生以下ですが、この障害もともとあったわけではないんです。本来彼女は健康で元気に成長するはずでした。ではなぜこのような体になってしまったのか。その元凶は乳児の時に飲んでいたとある粉ミルク。これが彼女の明るい未来をことごとく奪い去ることになったんです。そしてこの悪魔の粉ミルクの被害者は彼女だけではないんです。当時この粉ミルクを口にした乳児の数はなんと3000万人以上。中国全土の幼女を襲った悪魔の粉ミルク。なぜこんなものが生産され全国に広がってしまったのか。中国最大の食品テロと言われるこの事件の真相とは。ペペロンチーニの食べたいけんちゃんです。ケミンコです。本日ご紹介するのは中国版の 9.11 とも言われている中国粉ミルク汚染事件についてなんです。当時3000万人以上の赤ちゃんに悪影響が出たとされる本当に最悪の事件なんです。なぜ安全だと思われていた粉ミルクが赤ちゃんたちの体を蝕むことになったのか。そこには利益を追求するがあまり最低な行為に走った企業の本質があるんです。共通点。今からちょうどおよそ12年前の2008年、中国北京市を取り囲むように位置する河北省の病院に一人の乳児が体調不良で搬送されてきました。診断を担当した医師は頭を抱えることになります。またこの症状か、一体どうなっているんだ。ここ最近似たような症状の乳児が病院に搬送されることが増えていたんです。そしてその症状はあまりに不自然だったんです。体調不良を訴える乳児は皆尿路結石をはじめとする腎機能の異常が見られたんです。結石の原因は主に動物性タンパク質やシュウ酸などの過剰摂取。これらの成分が含まれる食品にはチーズやピーナッツ、紅茶などがあります。つまり乳児が口にする機会はないもの。そのため乳児とは本来無縁であるはずの病気なんです。ところが流行の感染病のように増加していく患者数、さらに中には重体化する子や死亡してしまう子までいたんです。突然多くの乳児を襲ったこの未曾有の危機は子供を持つ親を恐怖のどん底に陥れたんです。この症例が集まるにつれて企業や病院関係者はある共通点に気がついていったんです。この乳児たちの共通点、それは粉ミルク。中国の家庭では母乳よりも粉ミルクが主流となっています。そしてその普及率はなんと7割以上。粉ミルクを飲んでいる割合が他国と比べても異常に高いんです。そして今回症状を訴えた乳児は皆同じメーカーの粉ミルクを飲んでいることが判明。販売元はサンルー集団、年商1500億円を超える大手乳製品製造会社でした。そして特に販売に力を入れているのがこの粉ミルクだったんです。実は生産量が1993年から15年にもわたって中国トップというまさに業界最大手。さらに健康面の改良に意欲的に取り組んでおり、過去には粉ミルクの成分を母乳に近くすることに成功。政府から賞を贈られ中国全土で絶大な信頼を得ていたんです。めちゃくちゃ社会貢献してすごい会社じゃない。いやそうなんですよ。この事件がね、起こる前までは本当にね、国民に信頼されている企業でもあったんで、なおさら今回のね事件はね本当にセンセーショナルなね事件としてね取り上げられたんです。そんなサンルー集団は自社で販売している粉ミルクの異常事態を保護者からの相次ぐ苦情で知ることになります。乳児の健康を脅かすなど最もあってはならないこと。サンルー集団は事態を重く受け止め早急に調査に乗り出しました。実績のある会社だけあってさ、すごい対応がいいじゃない。騙されてるこいつ。そうなの。騙されてるんです。このサンルー集団ね、その対応良かったんですけど、この後のね行動がね本当に最悪なんです。そしてそれが原因で中国全土を闇に陥れることになるんです。人命 vs 利益。サンルー集団は徹底的な調査を行い、今回の不祥事の原因を突き止めることに成功。その調査結果は関係者を驚愕させることになりました。なんと粉ミルクにあるものが混入していたんです。それはメラミン。このメラミンという物質はプラスチックや調理器具、塗料などを製造する際に用いられる合成化合物。例えばメラミンを使ったメラミン食器は傷に強く耐久性が高いという特徴を持っていて大人気なんです。つまりこのメラミンとは食材ではなくものづくりに使われる素材なんです。基本的に食品に含まれることはありえないんです。ではなぜそんなものが混入することになってしまったのか。サンルー集団はメラミン混入の経緯の調査を開始。そして一方で大事に至る前に商品を直ちに回収することにしました。いや素早いじゃん。
じゃない、全然問題ないじゃん。まあここまではいいんですけど、問題はねこの後なんです。全国の小売店から粉ミルクの回収を始めたサンルー集団。一見素早い対応かのように思えますが、彼ら実は小売店には粉ミルク回収の理由を伝えていなかったんです。では一体なぜメラミンの混入を隠したというのか。サンルー集団の幹部たちの間ではこんな話し合いが行われていました。どうやら物によってメラミンの含有量が違うみたいですよ。なるほど、メラミンが少ない粉ミルクはどれぐらいあるんだ。幹部たちが考えていたこと、それは消費者の安全ではなく損失の回避だったんです。メラミンの含有量が少ない粉ミルクをなんとそのまま継続して販売し続けることにしました。これはありえないわよ、腐ってるわよこれは。全国にね展開している大手っていうことがあるんで、ここまでの被害が拡大しちゃったんですよね。ちょっと今回はね有名ブランドがゆえのね事件とも言えるかもしれないですね。はい。販売が継続された結果、中国全土、そして世界各国に流通した汚染粉ミルクの量はなんと800トン超え。人命を無視した非人道的な経営なんですが、あろうことか計上した利益は約7億円。利益が増えれば増えるほど乳児たちの体が蝕まれていくという最低すぎる悪循環が生まれてしまったんです。この異常事態を受け、商品の安全性を調査する政府直属の機関、国家質検総局が調査を開始。しかし時すでに遅し。この時点で汚染粉ミルクを口にした乳児はなんと3000万人以上にも及んでいたんです。判明しているだけでも30万人以上の乳児の腎臓には大きな異常が見られました。中には死亡してしまう乳児もいたんです。途中までの素早い対応とは打って変わり、人命を犠牲にする経営方針を取ったサンルー集団。悪いことっていうのはね長続きしないんです。次第にね彼らの悪事が明るみになっていくんです。国家質検総局は徹底的な調査を敢行。そしてサンルー集団の粉ミルクにメラミンが含有していることを突き止めます。全ての事実が明るみになり、サンルー集団は2008年9月11日粉ミルクが汚染されているという事実を公表。そしてリコールをかけたんです。このニュースは中国全土はもちろん世界中を震撼させることになりました。サンルー集団の理事長は無期懲役を言い渡され、経営幹部たちにも厳しい判決が下り、会社は破産に追い込まれます。消費者の健康をないがしろにする悪徳企業には当然すぎる報いですが、この事件はこれで終わりではないんです。まだ最大の問題が残っているんです。それはなぜ粉ミルクに含まれるはずのないメラミンが混入していたのかということ。実はメラミン混入の元凶はサンルー集団の経営とは別にあったんです。サンルー集団が全部悪いわけじゃないの？まあね、そう言いたいところなんですけど、実はねサンルー集団はメラミンが入っていることを知りながら販売したのは事実なんですが、メラミンをね混入させたのは実は彼らではないんですよね。メラミンを混入させたのはある別のヤバいやつなんです。事件の元凶。中国河北省の農場に300頭以上の乳牛を飼育している酪農家のコウという男がいました。彼はある理由で大いに悩んでいたんです。実はある日突然、取引先に納品した原乳が検査に通らなくなってしまったんです。検査で不合格になってしまった理由は、原乳のタンパク質の量が検査基準の量を下回っていたこと。検査が通らない原乳は廃棄しなければならない決まりとなっています。コウは途方に暮れました。結局廃棄することになった原乳はなんと3トン。ほぼ全ての売り上げがなくなったんです。しかも乳牛は餌代などコストが莫大、とんでもない赤字を抱えることに。このまま検査に落ち続ければ家族を養うことができなくなってしまう。どうにかしなければいけない。大きな不安が彼の頭をよぎりました。一体どうすればいいのか。未来が見えず絶望していた時、あることを耳にします。簡単にタンパク質を増やせる方法がある。この情報を聞いたコウは藁にもすがる思いでその方法を早速試すことに。そのやり方は水を入れて薄めた原乳にあるものを加えるというもの。そう、そのあるものこそがメラミンだったんです。なんとメラミンを原乳に加えるとタンパク質の量を増やすことができるんです。メラミン自体がタンパク質ってこと？で違うんですよね。メラミンは厳密に言うとタンパク質じゃないんですけど、実はこれねそのタンパク質を検査する方法を逆手に取った悪事なんですよね。タンパク質には窒素が含まれています。検査ではこの仕組みを利用していたんです。タンパク質に含まれる窒素の量を測定することでタンパク質の量を導き出していたんです。そして実はメラミンには窒素が多く含まれているんです。そのため原乳にメラミンを混入させることで窒素の量が増え、結果的に検査ではタンパク質の含有量が実際より多い数値となるんです。そうして偽装した原乳は簡単に検査を合格。当時は原乳にメラミンを混入させることなど想定していなかったため、メラミンの検査は行われていませんでした。そしてこの偽装を知らずに原乳を購入していたのがサンルー集団だったんです。コウは人体への影響などを考えることもなく、約900トンもの偽装原乳を売り続け4000万円以上の利益を上げます。そしてこのメラミンによる偽装はコウだけにとどまらず、各地の原乳生産者の間にも広まってしまうんです。その結果、中国全土に悪魔の粉ミルクが流通することになってしまいました。900トンって何、具体的になんかに例えたらどのぐらいなの？アリ1丁引きぐらいですかね。はい。
偽装原乳で私腹を肥やしていたコウ。ですがメトラーの皆さんならもうお分かりですよね。悪事は必ず暴かれるんです。三流集団がリコールを発表後ほどなくしてコウをはじめとする偽装を行っていた原乳業者たちが逮捕され始めたんです。コウに対する判決は非常に厳しいものに。メラミンを混入した業者は他にも多数いたんですが、コウはその先駆け、このメラミン混入事件が大規模なものになるきっかけを作った人物として格段に重い罪が課されたんです。その判決はなんと死刑。最初は家族を救うために仕方なく始めたメラミン混入。しかし簡単で費用もかからず大きな利益を上げられるこのやり方にコウはいつしか取りつかれてしまったんです。人命よりも利益を求めた代償として守りたかったはずの家族を最も苦しめる結果になってしまったんです。コウさんからしたらさ、生活のことがあったわけだから悪気があったわけじゃないんだろうけども、すごいちょっと悲しい事件よね。そのちっちゃいね悪事がねこんなに大きくなるっていう例だと思うんですけど、この動画皆さんもどうすか。なんかコメント欄とかでもいいんで、皆さんがちょっとねミスったりとかしてそれが大きくなっちゃったみたいなことってこう人生であったりしないですかね。